毎朝昇る太陽にも生まれた日があり、終わりの日があります。今どのあたりにいて、どんな最後を迎えるのか。宇宙の不思議研究所。今日は太陽の一生を順番に見ていきます。毎朝当たり前のように昇ってくる太陽。あまりにも身近でずっとそこにあり続けるように思えます。でも太陽もまた生まれ、年老い、いつか終わりを迎える一つの星なのです。話はおよそ46億年前に遡ります。当時そこにあったのは太陽でも地球でもありません。宇宙に漂う冷たいガスと塵の巨大な雲だけでした。その雲が何かのきっかけで少しずつ縮み始めます。集まれば集まるほど重力が強くなり、さらに物質を引き寄せる。中心にはどんどん物質が積み上がっていきました。押し縮められた中心は圧力が高まり、どんどん温度を上げていきます。やがてぼんやりと赤く光り始めました。太陽の赤ん坊、原始星の誕生です。そして中心の温度がおよそ1000万度に達した時、決定的なことが起こります。水素の原子核同士がぶつかり、くっつき始めたのです。核融合。太陽に火が灯った瞬間でした。太陽になりきれずに残ったガスと塵は周りで円盤を作り、やがて集まって惑星になりました。地球も私たちの体を作る材料もこの時生まれたものです。出来上がった太陽系で太陽がどれほどの存在か、実は太陽系にある物質の 99.8% が太陽です。惑星も私たちも残ったわずかなかけらからできているのです。そして今この瞬間も太陽の中心では核融合が続いています。水素がヘリウムに変わり続ける。太陽が輝いているのはこの反応のおかげです。その量は桁外れです。太陽はたった1秒の間におよそ6億トンもの水素をヘリウムに変えています。そのうちほんのわずかが光と熱に姿を変えているのです。中心の温度はおよそ1500万度。一方、私たちが見ている表面はおよそ5500度です。内側と外側でこれほどまでに温度が違います。太陽から地球まではおよそ1億5000万キロ。光の速さでも8分20秒かかります。つまり私たちが見ている太陽はいつも8分前の姿なのです。ところがもっと驚く話があります。中心で生まれた光は外へ出るまでにぎゅうぎゅうに詰まった物質にぶつかり続け、なかなか進めません。表面にたどり着くまで数万年以上かかるとも言われています。太陽は自分の重さで潰れようとしています。でも中心の核融合が生む圧力がそれを外へ押し返している。この押しつぶす力と押し返す力の釣り合いが太陽の形を保っているのです。ところで太陽は宇宙では特別な星なのでしょうか。実はそうではありません。分類で言えば黄色いごくありふれた星。宇宙にはこうした星が無数にあります。それどころか太陽は星の中ではむしろ小さめの部類です。宇宙には太陽の何百倍もの大きさを持つ巨大な星がいくつも存在します。太陽が生まれてから46億年、この安定した状態はおよそ100億年ほど続くと考えられています。つまり太陽は今一生のちょうど半ばあたり、人間で言えば働き盛りの年頃なのです。ただし太陽はずっと同じではありません。中心のヘリウムが増えるにつれ、太陽はゆっくりと明るさを増していきます。生まれた頃に比べてすでに3割ほど明るくなったと考えられています。この明るさの変化が地球には重くのしかかります。研究ではおよそ10億年後には太陽の熱で海が蒸発し始めると考えられています。太陽の最後を待つまでもなく、
地球はその前に生き物の住めない星になるのです。さらに時は流れ、およそ50億年後、ついに太陽の中心の水素が使い果たされます。核融合を支えてきた燃料が尽きてしまうのです。押し返す力が弱まれば釣り合いは崩れます。中心は自分の重さに負けて縮み始める。ところがここで奇妙なことが起こります。縮んだ中心はさらに高温になります。するとその周りに残っていた水素が燃え始め、今度はその熱で外側の層が押し広げられていく。中心が縮むほど太陽は外へ外へと膨らんでいくのです。こうして太陽は赤く、そして巨大に膨れ上がります。赤色巨星と呼ばれる姿です。その大きさは今のおよそ200倍にもなると考えられています。200倍に膨らんだ太陽は内側の惑星をその中に飲み込んでしまいます。水星、そして金星、これらの星は太陽の中へ消えていくと考えられています。では地球はどうなるのでしょう。実はこれはっきりとは決まっていません。太陽は膨らむ一方で外側のガスを吹き飛ばして軽くなり、その分地球の軌道は外へ逃げていくからです。飲み込まれるのか、それともギリギリ逃げ切るのか、研究者の間でも意見が分かれています。ただどちらにせよ、その頃の地球は焼けただれた岩の玉、私たちの知る姿ではありません。赤色巨星になった太陽の中心では今度はヘリウムが燃え始めます。ヘリウムが結びついて炭素や酸素が作られていく。私たちの体を作る炭素もこうした星の中で生まれたものです。ところが太陽の反応はそこで止まります。炭素をさらに燃やすにはもっと高い温度が必要ですが、太陽にはそれだけの重さがないのです。ここが大事なところです。星の最後といえば超新星爆発を思い浮かべるかもしれません。でもあれを起こせるのは太陽のおよそ8倍より重い星だけ。太陽は爆発しないのです。ではどうなるのか。太陽は膨らんだ外側の層を少しずつ静かに宇宙へ手放していきます。まるで着ていた衣をゆっくり脱いでいくように。こうして放たれたガスは中心の光に照らされ、色とりどりに輝きます。惑星状星雲と呼ばれる宇宙で最も美しい姿の一つ。太陽の最後は爆発ではなく、この静かな輝きなのです。衣を脱ぎ終えた後に残るのは中心にあった炭素と酸素の芯だけ。もう核融合は起きません。ただこれまでの熱を抱えたままそこに取り残されます。これが白色矮星です。太陽ほどの重さがありながら大きさは地球ほどしかありません。物質が極限まで押し縮められた姿です。その密度は想像を絶します。白色矮星の物質はスプーン1杯分で数トンにもなると言われています。白色矮星にはもう燃やす燃料がありません。あとは抱えた熱を宇宙に逃がしながら、ただゆっくりと冷えていくだけです。そして完全に冷え切った時、光を出さない冷たい天体になります。黒色矮星と呼ばれる姿です。ところがこの黒色矮星、宇宙にはまだ一つも存在しないと考えられています。冷え切るまでにかかる時間が宇宙が生まれてから今までの時間よりもはるかに長いからです。ガスの雲から生まれ100億年をかけて輝き、赤く膨らみ、衣を脱いで白い芯だけになる。これが太陽の一生のすべてです。そして太陽が宇宙へ手放したガス、それは消えてなくなるわけではありません。宇宙を漂い、やがてまた集まって新しい星や新しい惑星の材料になっていきます。私たちの体を作る炭素も酸素も元をたどれば
太陽より前に生きて死んでいった星たちの中で作られたものです。私たちは星のお下がりでできていると言ってもいいのかもしれません。今日も太陽は昇ります。その光は46億年前から続き、これからおよそ50億年輝き続ける物語のほんの一場面です。次に朝日を見たら、そんな長い一生の今この瞬間に立ち会っていることを思い出してみてください。太陽が爆発せずに静かに星雲になって終わるなんて意外だったのではないでしょうか。今日の話が面白かったら高評価とチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。次回も思わず誰かに話したくなる宇宙の不思議をお届けします。またお会いしましょう。